On the rocks. One, two, three, four. 乾杯。お久しぶりです。何年ぶりだっけ？今NCIS ハワイの撮影ぶりですからね。あれがさ、流れたのが2021年20年コロナの真っ只中だね。シューティング行った時すごかったね、ハワイで。撮影の時はまだパンデミックの最中だったでしょ。そうですね。だってホテルから出れなかったじゃん、時覚えてる？まあ波乗り行ってましたけど、私は。行ったの？ダメだって言うから俺行かなかったよ。いや行ったの本当に。最終日に半日空いてたからちょうど行きましたね。でもあの時はさ、1週間だったっけ言ってたの1週間ぐらいですかね。1週間ちょっといたかな。1週間ぐらいかな。そうですね。だから都市と一緒になった現場っていうのは2つだよ。2回目なんです。2回目だよ。それ面白いのはさ、そうなんですよ。何なんだ1回目スワットだったじゃない、はい、全く逆だよな。逆という。スワットの時は俺が警官で、そっちがヤクザのボスで、まあ、基本的にヤクザの役の方が多いんですけどね、人生の中で。いや俺もそうなんだよ。そうなんですか。だって俺ハワイ5でずっとヤクザのボスやってたじゃん。ハワイのヤクザの親分。知らなかった？日本に増田っていう役。いや知らなかったです。知らなかった？私も一回出てるんですけど、なんかどうでもいい役で出てますけど、5でみんな大体出るのと同じだね、こっちでね。パールハーバーのなんかはいはい。なんか悪いやつみたいなね、役で。悪役？もうどんな役かも忘れてしまいましたけど。そうなんだ。いや名前とかもさ適当だからすぐ忘れちゃうしさ。トシジは役者としてこっちでやってるわけだけど、はい、どうしてここでやることになる？いや日本で実は8年やったんですよ、俳優を。いくつぐらいから？もうね話すといいよ時間あるから。そう1時間ぐらいにしてくれれば一番いいんだけど。もともとはアスリートなんですよ、私。何やってたの？まあ学生時代から言ったらサッカーで高校に行って全国大会出たりして。出身はどこなの？出身は東京都の西多摩郡の瑞穂町っていうところで。全然わかんない。生まれたのは福生市っていうの。横田米軍。横田のはいはいはい。あそこの福生。横田の空軍のベースだっけ？そうですね。であそこで生まれて幼少期をそこで過ごして、でまあ20代の頃に、夢が2つあったんで、外国で仕事をしたいっていうのと、俳優演劇の仕事をしたいっていう2つの夢があって、で外国に行くっていう方が、先に叶えようということでオーストラリアっていう国に行ってですね。その前に日本で高校卒業して？いやそれはね俳優になったのはその後なんですよ。でオーストラリアでラフティング激流下りの。だからそのチャンピオンかなんか世界選手権かなんか世界大会に出てる。すげえじゃない。またそれは競技人口少ないから日本代表になっちゃうんですけど。結構ハマっちゃう方なの？ハマってしまうというか、極めないと気が済まない。だからADHD だ。ADHD はね、俺もそうだけどね。あるのかもしれないです。ちょっとだけ入ってるかもしれないですけど。ね、役者ってみんなそうなのかね、ミヤ。逆にアスペルガーのじゃない。アスペの方か。ね。どっちかというと、でもそういうこと言うとアスペの人にねちょっと失礼かもしれないけど。いやでも才能ですからね。そっちの方が才能あってあなたは才能ないかもしれないし。そうですね。いやわかんないけど。とにかく何にしてもその世界に入ると大体極めないとというか、ある程度の結果を出さないとやっぱりやめられないというか。でこのだから俳優業っていうのは結果がいつまで経ってもアカンプリッシュしないから、多分。最高ゴールが見えないから。ゴールってないからね。一生する仕事ですからね。だからそういうのもあって。オーストラリアとニュージーランドという国で時には 4,5 日かけてキャンプをヘリコプターで山の上まで行って、そこから 4,5 日かけてラフティングって激流。そのラフティングっていうのは日本でスタートしたの？いやもう最初からオーストラリアでそういう人材を探しているっていうのを知ってて、でそれでその頃ワーキングホリデーっていう制度があったり、でそれを使ってオーストラリアに渡って全く英語が喋れない状況で行って。それは何よ10代20代？いや20前半で21とか22か22、3かそれですね。一人で？もちろん。波乗りも好きだったんだよ。サーフィングね。でそれをしてそこからどうして？でオーストラリアニュージーランド 4,5 年いたんですね。
でまあそのガイドそのインストラクターになってもやっぱりそこでもやっぱインストラクターまでやったんだ頂点ね。に行かなくちゃ気が済まないので、45年経った時にやっぱりもうみんな教えるぐらいのレベルになってたんで、そろそろ潮時かなと思って、日本に一時帰国した時にあるオーディションを受けた日韓が。それまでは役者の仕事とか役者っていうのはね、小さい頃から地元のそういうオペレッタとかもともと興味あったんでそういうことはやってたんですけど、プロとしてはやってなかったですね、その時は。でそのオーディションに受かった？いやオーディションね受かったんですけど、流れたんですよその話が。それは何？テレビ？映画？映画なんです。日韓合作の大きな。でまあ事務所もその時はもうあったので、もう全部ね、もうそのラフティングっていうのはもう足を洗ってそっちの演劇界の方に入って、でまあ8年間日本で演劇をやったんですけど舞台が中心だったんですね。日本っていうのはですね、まあサニーさんも知ってると思うけど、俺あんまり知らないで日本でやったことないから。だから劇団とかに入んなきゃいけないのかな。いやだからなんていうの、政治的な部分がいっぱいそれはあるでしょうね。だから、日本の芸能界はね、疲れてしまったというか頑張った分結果がついてこなかったんですよ、日本の。ある意味逆に言うと、アメリカに来てから頑張った分結果がついてくる。変な言い方かもしれないけど、日本は実力の世界じゃないみたいな。実力ももちろんそれは必要だけども、それプラスアルファね。誰をハリウッドもそんな感じだけどな。ハリウッドもそうじゃん。例えば風流のじゃない？でも例えば私ねブロードウェイの方でニューヨークの方でやってましたけど、オープンコールっていうのがあって、ユニオンに入ってなくてもどんな人でも最初の一番下のオーディションを受けられる、そこにもう入り口があるんですね。日本はそれを感じなかった、だからそういうのもあって、実はねある出来事があって。何それ？日本で俳優業やった時に、マネージャーにちょっと今日月9のプロデューサーに会いに行くからちょっとちゃんとした格好してこいって言って、で宣材写真持って、その頃は今のデジタルじゃないですから、宣材写真持って会いに行くわけですよ。で行ってもう緊張してこうで「はじめましてよろしくお願いします竹島俊です」って言ってもなんかね作業してること「ああそこ置いといて」一回も目を合わさずに帰ってきたことがあって、で自分は何をしてるんだろう、こんなに一生懸命頑張ってるのにこんな時間無駄だと思って、でもそこから数ヶ月後にはニューヨークの演劇学校入ってましたね。そうなんだ。ハーバード・バーゴフスタジオ HB スタジオっていう。それは英語はもうできたのその時に？だからオーストラリアニュージーランドで培った英語はありますけど、もちろん全然ダメじゃないですか。そんな4年住んだからといって学校行ったわけじゃないし、地元のやつらと喋ってるし、オーストラリアアクセントだし、そうだね。ぐだい前みたいなね。でも俺もねやっぱしアクティングスクール行ってこっちでちょっと勉強したけども、一番日本人っていうか海外の人が難しいなと思ったのは、やっぱしアメリカの例えばアメリカンクラシックとかあるじゃない。日本語でなんていうのか分かんないけど、キャロン・ハッティン・ルーフとかさ、そういうアメリカのクラシックプレイみたいなのを勉強する。テネシー・ウィリアムズだとか。テネシー・ウィリアムズとか、そう勉強するじゃない。アーサー・ミラーだとか。でもその中で出てくる単語とかやっぱし出来事とかは、アメリカの風習とか文化を知らないと育ってないと分かんないじゃん。例えば南部のこととか、変な話は例えばハロウィーンって言ったら日本だったら本当にもう仮装するだけのイメージしかないけども、アメリカのハロウィーンっていうのはどういうことなのかって分かってないじゃん。農業に関してとかさ、そういうことを過去のことを分からないとやっぱしすごい難しい。実は私欲望という名の電車をね、やったことあるんですよ。ストリートカーネームデザイン。スタンリー・コワルスキーやったことある。やったことあるんだ。ポーリッシュアメリカン。ね、ジャパニーズアクセント抜けてなかったんで、スタンリー・カワサキって言われましたけど、コワルスキーの会。あれ映画でポール・ニューマンだったっけ？いや、誰だっけ？あれですよ。もう名前がね、最近。誰あれちょっと調べて。あれですよ。ストリートカーネームデザイア。ゴッドファーザーの人ですよ。そうマーロン・ブランド。マーロン・ブランド出てこないんだ。マーロン・ブランド。ちょっとほら。
マーロン・ブランドがねやった役を、ストリートカーネーデザイン。こんなことできるんですか。そうそうそう。そうマーロン・ブランドがやった役をやったんですよ。そうそこれアイコンですよねこの人はもう。う。ストリートカーネームデザイナーストリートカーネームデザイナー。でまたディレクターがオースティン・ペンデルゾンさんって言ってですね、もう有名なブロードウェイディレクターなんですだからすごい有名、ステラーってやつだね。わーステラーだから日本人の人やっぱ知らないよね。知らないでしょうね。だから本当にアメリカの戯曲とかそういったものはこっちに来て本当に学校に行って、まあ例えばほらその、例えばね、舞台のちょっとごめんね、ステラーっていうのもさ、あそこのそのビルの下から雨の中ステラーってさ叫ぶシーンがすごい有名じゃない、はいでもステラーっていう名前もさステラーっていう名前の由来はスター星っていう意味だからそれは知らなかった知らなかった知らなかったそれは。そうそうだからステラっていうのは星なのよ。だからそれを知らないとやっぱり反対に知った方が意味がもっと分かるみたいなさ。で彼女のことに対してさ、それ彼女のそのなんだっけその相手の名前ブランチで彼女はそのお母さんもいたわけでしょ、そこの部屋の中にさ。お母さんいないですよ。お母さんがいてその彼女に対してスターって呼んでお母さんで上に2階に違う人が住んでます。違う人がそうだからそのシーンがすごい有名で、それを言うことによってやっぱりその星の上の人ちょっと違うレベルの人間みたいな、そういうような感覚だからそこまで分かんないよね、やっぱり言葉分かんない。でもやっぱりねこれはもうねその自分たちのデベロップメントの時にもう1年以上かけてやってニューヨークでニューオーリンズ行ったやつもいるし、そうなんだ。劇団の中ではい。でまあディレクターがオースティン・ペンデルトンさんって言って私の師匠なんですけど先生なんですけど、今でもまあ映画に出てますけどね。そうなんだ。で彼に習うこと自体がもうスペシャルなことでニューヨークでは。で彼にまあ気に入っていただいて、日本人がポーリッシュアメリカンの役をやるという。まあ多分その経験でかなり自信がついたというか、舞台9年ほどやったんだよねニューヨークで。それでまあでももともとそもそもこちらのロサンゼルスの方に渡ってきて映像の仕事をしたい。それはいつだったの？もう元々から映像の仕事はしたかったんですよ。ただ何でニューヨークに行ったんですか？周りがね勉強するのはニューヨークだって言ったの。いやそう舞台はそうだよね、やっぱしね。まあ2年間まあ合計で3年間学校アンサンブルメンバーになってしまったんで3年間いましたけど、やっぱりニューヨークにいてよかったなと思いますね。もう全てその演劇のなんだろう演劇の街ですよね。もう電車乗ったらダンサーが入ってきたりとか、あと舞台劇場がもう至る所にあって。で実際にそこからこっちに来たのが何年ぐらい？2013年は行ったり来たりしてましたね、映像と舞台で。でまだ2本オフブロードウェイの仕事してたんで。でもあれでしょ、やっぱしシアターオフブロードウェイとかだと金にならないだろう。ちょっと箸がないから金にならない、まあ確かに。でもあれユニオンになったわけ？エクイティになりましたね。なったんだ。もうそれもね、大変なんですよ。もうLA で俳優やってるやつらがみんな苦労するのビザの問題。で私はエクイティの舞台にそれ決まった時にもちろんそのカンパニーメンバーたちカンパニーのディレクターとか、ね、プロデュースしてる人たちっていうのはそのビザがなんとかとか気にしてないじゃないですか。でまあ受かったはいいものの稽古に入ってもちろんねワークパーミット持ってますから仕事はできるんですけど、プレビューの2日前かそれオフブロードウェイ最初の、オフブロードウェイだったんですけども、都市を出しちゃダメだってエクイティから来たんです。こいつはグリーンカードを持っていないっていうことで、特に役者やってる人は分かりますけどスクリーンアクターズギルド映像のユニオンと舞台のユニオンアクターズエクイティってのがあるんですけど、エクイティの方はすごくうるさいんですよ、そのビザステータスに関して。で、当時今は多分変わってるかもしれませんけどグリーンカードがないとエクイティのメンバーになれなかったんです。そうなんだ。でサグもそうなんじゃないの？サグはグリーンカードじゃなくてもアーティストビザだったらね、いいんだね。で私はアーティストビザの段階で最初スチューデントできましたけど俳優学校のスチューデントその後にアーティストビザを取ってそのアーティストビザの時に、ユニオンの舞台も2本やったんですよ。で1回目はね大丈夫だったんです。
リージョナルのシアターだったんで、はいはい、そこまで気にしてなかったみたいなんですけど、そのニューヨークでやるオフブロードウェイに関してはエクイティがあれこいつはなんで舞台に立ってるんだってことで誰かにチクられたんじゃないのですかね。でそれでこのままだと出られなくなるっていうので、プレビューの2日前でしょ。プレビューの2日前です。でも今回だけは特例としてそのディレクターがトニー賞取ってる有名な人ですね。でそのディレクターが交渉してくれて今回の、ランに関しては出てもいいという特例が出て、ただしオフブロードウェイは延長が、はいはいはい、評判が良ければね、でそれでもしその時はもう舞台出られないから次の人を探しなさいというのがカンパニーに言われて、で、その時にそのディレクターがお前よく出たのことはよくわからないけどもこのままじゃお前出られなくなるから早くグリーンカードを取れ、もう結婚でも何でもいいからさいいからグリーンカードを取れで、まあそのね演出家の人はゲイなんですけども、はいはい、俺と結婚するかってでその時に自分の弁護士の人と相談したら、そういうサポーターがいる間に取ってしまいなさいということで、そのアクターが取るアーティストグリーンカード、グリーンカードがあるんだ。アーティストのグリーンカード、卓越技能労働者グリーンカードっていうのがあるんですよ。へー。おそらくプロ野球の選手最初アーティストビザで来ると思うんですけど、その後ずっと住む人は大体でミュージシャンの人も結構そういうの持ってる人多いと思いますけど、そうなんだ。そのグリーンカードを取って、まあ大体俺もはっきり分かってないんだけど、シアターの世界で、やっぱりブロードウェイが頂点にあるみたいな、それからオフブロードウェイがあってオフブロードウェイ、それはどうやって決まってるというか、ブロードウェイっていうのは箱のどこにあるかでしょ。大きさなんだ。大きさなんです。はい。何人以上何人だっけな、何百人か、そういう規定があって、ブロードウェイのシアターっていうのもすでに決まってるんで、こことこことここがブロードウェイ、ここでやる演目はブロードウェイ、だからマンハッタンのブロードウェイエリアでやってるのはね、小さいのはオフブロードウェイ、でマンハッタンの中でもオフブロードウェイなわけ。そうです。でオフブロードウェイ、例えばオフブロードウェイはもうロングアイランドとかニュージャージーとかさ、いやいやそれもブロードウェイにあってもオフブロードウェイ、箱が小さかったら、あ、そうなんだ。そうです。リージョナルっていうと地方だね、それでかトラベリングっていうと、トラベリングの、グループがいて、例えばライオンキングだったらトラベリング、それはまたツアーで入ってアメリカ中回ってるのもいますけどね。でも彼らもやっぱりエクイティ、そうです、ほとんどね、みんなそうだよね。はい、ただその地方のディナーシアターとかそういう大きい、箱でも、ユニオンの舞台じゃないところもありますけどね、もちろん。金額でしょ。そうそう、ギャラでしょ。ギャラだね。ギャラはだからオフブロードウェイになってしまうとやっぱりフィルムでもらう1日分が1週間ですね。いや、そんで今サグのデイリーミニマムって日本語でなんて言ったらいいの、最低賃金、1日のいくらだと思う？いやもうチェックしてないですね。いくらですか？で今回そのストライキがあって終わったじゃない、それでも今1日1200いくらだよ。1日のね、日給がね、日給最低賃金が。それがだから舞台だとオフブロードウェイで1週間。あ、そうなの？いい方じゃないかな。今もう変わってるのかもしれないですけど、その頃は。日本でどれくらい覚えてる？今わかんないか。いや覚えてない。みんなさ、日本の場合タダでやったことありますか？そうか。チケット売ったことない。はい、それはこっちだってあるじゃん、みんなそういうの。スタートするときは。特にハリウッドのさ、小さい箱でさ、ノンエクイティでやってるところとかさ、本当みんな本当劇団っていう感じでね、好きでやるっていうことで、それはすごくいいと思うんだけどね。ただその生活ができないよね、そうするとね。他のことやりながら、生活できなかったら意味ないと思うんですよ、やっぱりね。プロフェッショナルとしてやるにもやっぱし、ね、食っていけるのが一番ね、そうですね、幸せだからね。だから演劇ってその一生かけて作るクラフトというか、そのなんて言うんだろう、すぐにできる、もちろん出ることはできるけど、演劇って一生かけて作り上げるものじゃないですか。だからたまに後輩とかに俳優辞めようと思うんですけど、ね、食べていけない辞めようと思うんですけどって帰ってくる人いっぱいいるじゃないですか。その時にもう俳優辞めるっていう感覚私にはよく分からなくて。いやね、でも俺の場合はね、もともと他のことやってて、役者になりたかったんだけども、それだけに勇気がなくて。社長ですよね。
じゃあ昔の話はね、だから金融関係やってでニューヨークにいたけどもブロードウェイ出ないし、ウォールストリートの方だったからウォール街の方で働いて証券関係やってた。いやでもだから醸し出すこの雰囲気なんですよ。違うこれ出せない他の人。いやそんなことないって。サニー斎藤の当時だってそうじゃん。だから自分独特みんなあるわけだから。ただ俺の場合はそれを役者に転校したというか、実際にまた学校に行ってもうエゴを捨ててまた教えてくださいって言って頭下げて勉強行っていろんなとこ行って。外の人は難しいですね大変だったよ初め。もうコマーシャルオーディションとか行くじゃん。そうするとそのアシスタントカメラマンかなんかがさこうしろああしろとか言うじゃん。もうぐっとこらえてそれやんなきゃいけないじゃない。でそれをエゴを飲み込んでそれをやっていたんだけども、結局その学校終わってスタートした時にみんなやっぱしコマーシャルからスタートするじゃん、映像関係ってこっちでは。サニーさん特にタップあるしね。いやそこでユニオンも取るのね。ユニオンメンバーさっき言ったサグ、もうそうじゃない。でそうするとやはりいつまでこんなことやってんのかな、いつ映画に出れるのかな、いつテレビに出れるのかな。でやっぱしね実は俺は30過ぎてからスタートしたわけよ、本格的に。それまでは友達の紹介でこれ出てみないなとか、あれオーディションがあるよとか言われてたんだけど、スタートの問題は関係ありません。こうってやって勉強し始めたのが30初めで、俺40までやろうと思ったの。なぜこの話をしてるかというと、やはり自分もやっぱし40までやってその映画とかテレビに出れなかったらもうやめようと思ったの。でも40になってちょこちょこっと入ってきたけども生活なんてできなかった全然。だけどあなたが言うようにやめられなかった。これはもう好きでやってることだからいくつになったってやっていたいっていうのがあって、だからスターになろうとか大きい映画でこういうことやりたいとかっていうのじゃなくて、ただ演技をするのが楽しいわけ、だからそれはいつまででもやっていたいしやっていけるんじゃないかなという考えだよね。いやそういう人の方がやっぱりやめないですよね、やっぱり。しがみついてる。実はねなんで演技をやってるんだろうっていう話になるともうキリが俺はあるよそれ。なぜかトシはスーザン・バトソンって先生がニューヨークにいるんですけど、ニコール・キッドマンとか、トム・クルーズのプライベートコーチの人なんですけど、その人と話をする機会があって、いやいや顔が真っ赤だね。全然大丈夫。なんで水割りだそれ。俳優をやっている理由っていう話をしたんですよね。その時にいやもちろん演技が好きだからとか演じている時が本当に楽しいからっていう話を。それはトシが話をしたのその間。そうですでその時に、彼女が言ったのは違うんだ、絶対にあなたの根底にある何か、それが演劇って結構心理学に近いじゃないですか。なんかなんていうの、その演技をするに自分のこれまでの経験、痛みとかなんかドロドロしたものとかを全部メソッドアクティングね。にするっていう。でその先生が言ったのは、あなたのその奥にあるものは何なんだ。でそれで自分が考えたんですよ。でうち母親がいないんですよ小さい頃。で11歳からもう親父父子家庭で育って。それも珍しいんじゃないの。珍しいです。その頃特に珍しいです。で兄と私の2人兄弟、男ばっかり、家帰っても誰もいない。で、その時に母親は出てったんですけども、今生きてるかどうかも知らないよね。最後にコンタクトを取ったのが19歳かなんかの時だったから、テレビをもらいに行ったのが最後の東京で。そうですね。でやること例えば自分も日本で雑誌に出たりとかね、テレビに出たりすると母親が見てくれたらいいなって思うことがあって、で結局いつまでたっても死ぬ前に一回会ってギュッてやってしてあげたいんですけど。そうなんだ。まだ19まではちょこちょこ会ってたの。いや小学校ぐらいまでですね、会ったのね。であとは年に1回2回。で多分やり続けている理由っていうのの脳の一部は見てもらいたいなっていうのがあるかもしれない。
っていうのをその先生として思ってで自分で分かったけどそうだなと。でそれがやっぱりみんなずっと俳優を続けてるやつってやっぱ何かしら痛み持ってたりとか、そういう人の方がやっぱり残ってるというか、まあやって続けていく理由があるんだな。あるのかなって考えてた。だから反対に、まあ、変な言い方かもしれないけどトシジの場合はそういうアクティングっていうのは、まあ、一つのそのツールとしてそのお母さんに見てよっていうそういうツールなんじゃない？まあそういうふうには言いたくはないんですけど、でも、頭の一部には多分あるんだと思うんですよ。俺の場合は全然違うと思うんだよ。何かあるんです絶対に。いや俺が今まで言ってたのはやっぱりそのいろんなことをこの人生の中で経験したいっていうのがあって、まあ、ある親友が金融関係やってた時に、まあ、本当にお兄さんみたいな感じのすごい親友がいたわけよ。で彼の会社を上場させて、まあ、日本でも知ってる会社なんだけど上場した後にまあ1200億円ぐらい返ってきたのかな彼が、資産が。でそれを実は僕はその時にはもう一回仕事を辞めて役者の仕事をしたいなと思ったんだけど彼がその資金を使ってアメリカで、いろいろ投資をしていくと。だから500億ぐらいこっちに持ってきて、それをベンチャーキャピタルとしていろいろちょうどその時はインターネットドットコムブームで、1999年2000年ぐらいでその時に、まあ、その資金をそのベンチャーとしてスタートしようということで、お前一緒にやらないかって言われてこんなこと嫌ですって言ったらバチが当たると思ってで俺はお金に走ったわけですよまた。その時何歳ですか？31かな、ね、ちょうどだからバリバリにそうマイズナーテクニックとかさセンスメモリーとかそういう学校行きこんな何やってんだろうみたいなねもう飯も食えないみたいななってさねなんで私はライオンになっているんだそう汗かけるかみたいなさ、そんなバカみたいなことやっていながらそういう話が来たからまあこんなすごいいい話をくれれば当時実は一番初めの離婚騒動があって家もなくなってすごいもう斎藤のオンザロックこんなことしていいんですか？もう全部働き出していいから、まあ、そういうことやってたわけ。それでそれをスタートして最初の離婚騒動、何回かあるんですか離婚騒動？いやそれはまず置いといてまあそれをねだからとにかくやってお断りしたら罰が当たると思ってやっぱし役者の夢を捨ててまたそれをやったんですよ。そしたら実はスタートしてから6ヶ月ぐらいでちょっと今調子悪いから病院に行ってくるとで行ってきて彼が肺がんになっちゃって彼がね、そうでもお金ならたくさんあるし、もう最先端の医療治療で絶対これはもう回復するんだって言ってたのが3ヶ月で死んじゃった。あらでその時に日本でお葬式に帰ってでまあ彼の周りにはやっぱし政界財界の人ばっかしでやっぱし本当の友達もあまり青山墓地でお葬式を挙げた時に、まあ、僕もお通夜でずっと一緒にいさせてもらったんだけど、まあ、そういう世界を見たらやっぱし自分が好きなことやんなきゃいけないなと思ってそれでまた自分何が好きなのかなと思った時にこの人生の中でいろんなことを経験したい。で今までの中で、まあ、金融関係もやったし大学時代は医学部の方だったから、そういう医者の勉強もしたしだからいろんなことを経験したいなと思った時にやっぱし役者ってさ例えば今日一つオーディションがあったんだけど今日医者の役だったのよ。ね、でこの前はビジネスマンの役でもうちょっと前はヤクザの役じゃないいろんな経験ができるじゃない。であなたが言った通りに役をやってるというかその役に入り込んでそのバックグラウンドを勉強して自分だったらどういう立場でこういう場面になるかは人それぞれプロセスが違うと思うんだけどだからそれが楽しい。実際に舞台に立っちゃうとか実際にカメラの前に立ってしまうと
あんまり楽しくないなっていうのがある。準備してるところが好きですから、ね、楽しい。そのプロセスが。そうじゃない。ビジネスマンだやっぱり。そうか。戦略を考えていくっていう。戦略じゃないね。だからだから勉強するっていうか知識だから今も都市寺の人生を語ってもらってそれを知るのが楽しいわけです。ね。俺だったらどうなるかなとかさ、そういうことも考えるよね。全く多分違う人生でしょうね。そうかね。だから人それぞれ違うからね。俺サニーさんのイメージでエリート。そんなことないって全然。でも都市寺はだからこっちに来て今役者をやって他のこともやってるわけでしょ。今ねもうやっぱりおかげさまで今息子がおめでとうございます。3歳になりましてですね。だからそうだよね。ハワイに行った時に生まれたぐらいだったのかな。そうですね。そうだね。だから座ってやった頃はだってまだ仕込んでもいなかった。仕込んでた？仕込んでもいなかったですから。いなかった？ハムキス？ここ行けないんだけど持つだけ。もしよろしく。吸ったことないですもん。じゃあいいよ。おいで。ハマキ吸う役が来るかもしれない。ちょっと勉強しといたら持って。でね、起こすっていいんですか？ダメ。ただ持つだけ。味わうだけ。こうやって。いや本当はだから将来ねそういう吸えるところに行きたいんだけどね。何の話しましたっけ？いやだから息子3歳。息子は3歳はいですね。息子ができてから私も50過ぎたんですけど、なんていうんだろうな、やっぱり考え方が変わったというか、その俳優に対する向き方も違うし、このだんだんとこう時間がなくなっていくわけじゃないですか、この人生で。で例えばじゃあ役オーディションが来る時も果たしてこの役息子が見て喜ぶだろうかとか、これを胸を張って息子に見せられるだろうかとか、これ自分じゃなくてもいいんじゃないかなとか考えるとやっぱりいやそれ選んでいくんですよ。やっぱり選んでいく。いやねでもね俺分かるそれ。ただすごく分かるでしょ。俺の経験からして2020年かに日本のテレビ番組に出してもらった時にね、バラエティ番組に、ちょっとバラエティだからさ変なこと言ったりするじゃない、その時にふと思ったの。あなたの今言ったこと、娘が見たらこれどう思うかなみたいな、そうしたらね言えなくなっちゃった。喋れなくなっちゃった。で後から考えて言っとけばよかったんだけど、そうでやっぱしね自分が好きなことをやらなきゃいけないな。娘のため息子のためじゃないと、自分のためにやんないとダメだと。でも自分のためにやりたくないオーディションいっぱいあるじゃないですか。それはあるよ。ありますね。だからそういうこともあって、これからの人生で何を残していけるかっていうのも考え始めて、今ちょっとね企んでることがいくつかあって、一つは会社を作ったんですけども、それがもともと自分のライフタスクというか、なんていうんだろう、将来的にそうですね。だからもう本当に漠然とこう人がやってきて元気を持って帰っていくような施設が作りたかった。例えばそれはエンターテインメントだったらね、例えばじゃあ舞台をやったらみんな来て本当になんか勇気を持って帰っていく舞台とか、そういうのってすごくいつもいいと思ってて。でそれが何かでできないかっていうのを考えてて、あるきっかけで、私もともとアドベンチャーガイドじゃないですか。要はキャンプも好きだし、アウトドア派なんだね。アウトドアなんです。でもうそういうスポーツも好きだし、サバイバルみたいなのも好きだし、で西海岸って国立公園がたくさんあるじゃないですか。その国立公園に行くツアーができたらいいなと思ってて、で今会社を使って、その作った理由の一つは、ロサンゼルス市内って俳優がたくさんいるじゃないですか。石投げたら俳優に当たるって言われてる。でエンタメ関係多いよな。日本人の普段エンターテインメント能力が高いのに撮影もなくて休んでるやつ、他のバイトしてるやつ、それがいるんだったらガイドとして日本から来る人たちにそういう場所を見せてあげて、でいろいろ話をしてもらったりとか、ある意味トークの練習にもなるわけじゃないですか。いろいろ喋ったりとか、人前でそういうのを場を与えてあげて、自分の夢
をずっと持っていけるようにしてあげたらいいなっていうこともあって、それで作って、今うちガイドとして働いてくれてるみんな俳優なんですけども、そうなんだ。一人まあミュージシャンいますけど、でそういう会社みんな日本人。日本人です。基本的に日本から来た人たちをアメリカの国立公園紹介するという。でいずれは今また明日もそのミーティングがあるんですけど、そのリトリート。リトリート。もう最終的にそのキャンプみたいなところに行ってっていう感じ。まあいいんですけど、そのツアーでも何でもいいんですけど、例えばヒーラーの人だとか、アイワスカ人とアイワスカとか旅の中でワークショップが入ったりとか、はい、何でもいいです。ヨガでも何でもいいです。はいはいはい。そういう人々がこう日本からやってきて、素晴らしい景色を見て、元気になって帰っていくようなものがどんどん大きくなっていけばいいなっていう狙いがあって、まあ、それを一つ今プロジェクトとしてやってるんですけど、まあ、その会社名とかあるのそれは。言っていいんですか？いいよどうぞ。スターワゴンツアーズっていう。スターワゴン？スターワゴンって我々が役者としてそれ全く一緒ですよ。たまたまなんですね、それは。あ、そうなんだ。まあスターがたくさんワゴンの中に入ってるというツアーで、そういう。それは何日本で興味がある人ってどうやって申し込んだり、ウェブサイトかなんかあるの？もうオンラインじゃないですか、全部。だからあるのそれ。オンラインのツアー、なんていうの、OTA って言ったらオンラインツアー、なんていうんですか、アソシエーションじゃない、なんかオンラインでツアーウェブサイトあるの？探せるやつ。ウェブサイトもちろんあるんですけど、今見ていい？いいじゃん。いやいや、ちょっとね、客が多すぎるんですよ今。多すぎる。40% 断ってるの。であるそのオンラインのツアーの申し込む会社で1位になってしまって、それで。すごいじゃん。ちょっとおめでとうございます。すごいじゃない。だから私はちょっと今なるべく現場には行けないんですけどね。で何人ぐらいで回してんのよ？多い時は5人ぐらい今。そうですね、まあ3人。でいつからスタートしたのそれは？2019年ちょうどパンデミックの前じゃん。前ぐらいからですね。でもね、大変だったでしょ、パンデミックの間は。でもパンデミック中フィックスコストがあんまりないのか。パンデミック中はね、いろいろ国が全部助けてくれたりとか、そうか、あとその後のストライキとかあったりとかね。まあそれとあともう一個自分の中でプロジェクトとして、どっから話したらいいのかわからない。私実はニューヨークにいた時に、ニューヨークに住んでいる日本の子供たちに日本の文学を伝えたいっていう思いがすごくあって、今もう日本でも国立劇場の芸術監督になりましたけど、エリコさん。エリコさん、ちょっと調べて。誰？日本の国立劇場のねえ、なんていうタイトル？ちょっと待ってね、名前が最近ね、今だからエリコさん。エリコさん。エリコさん。そう。はい、エリコさん。小川エリコさんが小川さんね、ディレクターになって、私と宮沢賢治だとか芥川龍之介とか、そういうのを一つの物語にして、ニューヨークの舞台って月曜日やってないんですね、劇場。その劇場を借りて月曜日に子供たちのために舞台を作ったことがあるんですよ。それがジャパンソサイティとかそういうところに目をつけられて、今でもずっと後輩たちが続けてくれてるんですね。七夕には七夕のショーやったりとか。でこういうことをまた今後もできたらいいなと思って、ただLA に来てからやっぱり自分のね、その映像の仕事とかそういったことにフォーカスしてしまって、そういうことができなかったんですけども、今になってうちの妻も女優さんなんですけど。そうなの？はい。で知ってる？お会いしたことないと思うんだけど。いや、ないか。ある？ないですね、多分ね。お名前は？坂本由紀さんって言うんですけども。知らない。何かに一緒に出たことないかな。もともとは日本でちょっとアナウンサーやってた時期があったりとか、目覚ましテレビとかでレポーターで出たりとかしてた。で、どっかで知ってるかもな。いや、知らないでも多分来てまだ6、7年しか経ってないから。で、彼女が日本でやっていたステージリーディングっていうのがあって、家族増詞っていう、それは何かというと、森弘美先生っていう、例えばスマップの森弘シェイク青い稲妻
森泉あと抱きしめてトゥナイトとかそういうの作詞をしてる先生がいるんですよ。で彼が小説をいっぱい書いててでそれが昭和のどこにでもある家庭の本当によくある話なんですけども、本当にこう涙が出てくるような懐かしいノスタルジックな物語をいっぱい書いてくれてるんですね。森ひろみさん、ごめんなさい、森泉じゃないです、ひろみです。ひろみ何を言ってるこの人はこの人は知ってますけど、ね森ひろみ先生。この先生、そうですね、この方ですね、森ひろみ。スマップの歌とか抱きしめてとないこの辺の作詞をしている方が小説を書いてぜひ読んでほしいんですけど、本当にね感動する、もう本当に45分で終わる読み終えるような小説をいっぱい短編を。それは何やっぱり3アクトプレイみたいな感じで。でそれを、まあできるとしても2本ですけど、厳選してそれね家族像史っていうシリーズで、彼がプロデュースをして今でも日本でやってるんですね。でこの間その先生とお会いしてやっぱりリーディングを見させていただいたんですけど、これはやっぱりねこっちに持ってきたいんですよ。でそれは何かというと LA に住んでいる日本人の人に昭和に育った昭和のスタルジアじゃないですけど、その昔の感覚をこうまたこうね日本の良さっていうのがすごく出てる。トシジもあれか昭和？昭和ですもちろん。今いくつよ？51です今。1か。ああ。何そう？今年還暦だよ俺。見えないですね。いやそんなお世辞言わなくていいけど、いや本当にだからでも俺の場合はねトシジと違うのは香港で育ったの、4歳から。来ましただから反対に日本っていう国に対する愛国感というか、プライドがあって、やっぱしアメリカとか海外にいるとやっぱし外人にバカにされたくないっていうのがあって、すごいもう小学校高校大学とすごい喧嘩をしてたというか、だから言う方だったね俺は。だからそれでこういう性格になっちゃったのかもしれない。バカにすんなお前みたいな。結構温厚な性格に、そうですか。いや何いや誰が何か言ったけどさ、そうなんですよ、ね、だから本当にそういう日本の文化とか、だからただ日本の文化ってやっぱり侍とかさ忍者とかそういうんじゃなくて、もうそうじゃないです。もうね昭和です。昭和の例えばほら今子育てに疲れてるお母さんでもいいし、もう今親がもう病気で病院に入って今後どうしようかと思っている方々もとかも結構いっぱいいるわけじゃないですか。そのストーリーの中にそういう物語がたくさんあるんですよ。で、それを行事ごとじゃないですけどそういうのをシリーズでやっていけたらいいなと思って、森先生からもやってよって言われてる。いいじゃない。そうなんですよ。で何か俺も力がね、もちろん力にできることがあれば言ってよ。でそれを今ちょっと妻も含め考えているところ。だからあれだろう、ダウンタウンとか、例えばなんだっけ、日本商工会議所とか、そういうところにサポートしてもらって、そうね、いいじゃない、スポンサーつけてね。小さい箱からでもいいですけど少しずつ始めないと全てね物事って始まっていかないんで、大きくなっていかないし。他にあれはトシジのアクティングライフとしては今何を考えてるとか、どういう方向に行きたいとかさあるわけ？具体的にですか？この作品とかそういう。何かやってんの？いや今ねちょうど去年かな、マルタ島に1ヶ月いたんですよ。マルタに。それは、でスナイパーっていうシリーズがあって、その映画の撮影だったんですけど、グラジュエーターとか撮った撮影場所で同じところで撮影したんですけど、今それがちょうど去年の末に出たのか、日本でも見られるんですけど、スナイパーっていう。でそれに、出てからそれ以降今映画の仕事してないんで、ちょっと映画やりたいですね。でも歴史的なものが好きなので。いや将軍とかね2、3これから出てくるのね。でもどうだったの一番初めのやつは。私実はね見てないんですよ。
いや実は私は見てないんですよ。同じだね。いやいやいや、受けましたよね、もちろんね。で受けてさ3回ぐらいやらされてさ、で結局何もなくてさ、反対に吹き替えやらされてさ。私もコールバックが来たりしたんですけど、うん、だから私が受けたのは浅野忠信さんがね撮ってましたけど、うん、こんなに話題になるとは思ってなかった。いやでも良かったんじゃない？俺は知らないけどさ、すごく見てなかったけどね。すごくいいみたいですね。うん、でまあその兄さんがあったらやっぱりその時代物歴史物っていうのは昔から興味があるんで、うん、そうだね。いいかもね。それ、出れればいいし、またどんどんそういうのが出てくるんじゃない？これからね、これから。だから今回の将軍を話に聞くと、とても本当に日本風で、ハリウッド調の日本じゃなくて、真田さんがうまくそのね、彼プロデューサーにもプロデューサーとしてやってくれたんじゃないかね、やっぱしね。で真田さんは僕はウエストワールドで1回だけ共演させていただいて、ですごい優しい人でいい人でね、聞きますね。で僕のことはあんまり覚えてないと思うけども変な噂が流れてて、やっぱし日本人って正直言って本当ここだけで話をすると、ここだけでみんな分かっちゃうけどさ、やっぱし日本人の俳優ってもう本当になんていうの、妬みとかそういうジャラシーが多いね。日本は分かんないけどこっちの場合ね、俺が知ってる限りでは。だからあんまり日本人のそのコミュニティは僕は全然知らないんだけど、でその人たちから聞いてたのは真田さんってそういうその悪いイメージを聞いてたわけ。そうですか。それでお会いした時に全然違うなと思って、いいイメージを持ってましたね。もうびっくりして、本当にすごいいい人で、でやっぱりさ、韓国コミュニティとかチャイニーズアメリカンコミュニティってみんな頑張って一生懸命やろう、俺プロデュースする、俺監督やるとかさ、そういうのがあるんだけど、日本はあんまりないじゃない、日本人ここのコミュニティって。そうなんですね。だからそれ本当残念だね。だからそこをちょっと真田さんが私ですか引っ張ってってくれてるんだろうなと思うんですけどね。彼は話いろいろ聞きましたけど、やっぱりロイヤルシェイクスピアカンパニーとかでね、修行したりとか。いやだから僕もね、一番初めに聞いたのはそういう感覚で本当に自分で勉強したんだなっていうのがあって、たまたま僕アメリカンスクール行ってたから、英語が話せるっていうのが本当ラッキーなんだけど、やっぱし日本から来る人ってすごいそこが大変だと思うのね、さっき言ったみたいにその文化も分かんないし、風習とかも分かんないから、だからそういうのですごい勉強して苦労したんだなっていうのが分かってたっていうか、だからすごく尊敬する方ですよね。あとなんかね、話聞くとじゃあアイラインに立ってあげたりしてるっていう話を聞いたりとか、自分が休みのオフの日でも。いやだからね、俺ウエストワールドやった時に日本にいたのよ。でその役をもらって日本から帰ってきて、で金曜日にシューティングだからって言われて、火曜日に帰ってきて水曜日にウォードローブやって、金曜日にシューティングして、土曜日にはもうまた日本に戻る予定だったの。そしたら木曜日の夜にスクリプトもらって、全部日本語のセリフだったのね。俺日本語のセリフって全然やったことなかったのね、あんまり。みんな脚本って横だと思ってたら縦が初めてだったのよ。でそれを見たら全部セリフが変わってるわけで、聞くと真田さんが見て全部直したみたいな。おかしいからということで。おかしいことで。でそれで実際に金曜日撮影に行って、その場でまた変えられて、で昔のどっちの方が得意なんですか？やっぱし英語だと。英語ですか？だけどやっぱしそのセリフをその場で日本語で変えられて、それも昔の喋り方じゃない。難しいですね。だから難しくて、でじゃあその現場もすごい押してたわけ。そしたらPA がファーストエディがもうすげえ嫌なやつで怒鳴り散らしてて、みんなビクビクしてて、で結局はもう押して、じゃあもう今日はラップだと、で月曜日戻ってこいと、さらにお前の当番は月曜だって言うから、いやそれ無理だから明日日本に帰んなきゃいけないからって言って、で俺のクロースアップだけその場でやったんだけど、
もう大変だったそのセリフが。しどろもどろになっちゃうんですよ。いやいやいや、でもまあどうにかできたけど、ね、テレビってそうですよね、突然変わるじゃないですか。そうよ、早いよ、ね、特にねサニーさんは海外で育ってる時間が長いから、その英語が入ってくるこのプロセスそんながことはないけど、我々と違うと思うんで、日本で育って日本で生まれて日本で育ってこっちで演劇をこっちでそのアメリカの演劇にこう慣らしていった人っていうのは、私は他の人は分からないですよ、セリフを覚えるプロセスが日本語のプロセスと全く違うんですよ。要はもらったセリフを今までに喋ったことないフレーズがいっぱいあるわけじゃないですか。でこれ人生で喋ったことがないフレーズをどうやって喋るんだってなった時に、必ず、スピーチコーチも10年以上お付き合いしているスピーチコーチの人がいるんですけども、その人にまず読んでもらうんですね。で音でまず入れて、でネイティブの人はこういうリズムで喋るんだっていうのを自分の中でもうマッスルメモリーじゃないですけど中に入れないとやっぱりセリフがさーっと出てこないんですよ。だから、いやパラフレーズできないこの言い換えてできないんですよ。それなんだよ。そこがね、そう一番重要だと思う。俺も日本語のセリフをあんまりで覚えたことがないからあれなんだけど、逆にそれをやるしかないのかな。そうそう、だからパラフレーズができるようにしないと、自分の言葉にしないといけないわけじゃない。ただ英語って日本語と違うのは「あ」とか「だ」とかどこにつけたらいいかって分かんなくなるでしょ、日本人の人だと。でそこでちょっとセンテンスが喋れなくなったりさ、でおかしくなったらこいつネイティブじゃないってバレちゃう。すぐバレちゃうね。そうだからそこなんだよね。そうなんです。だからもう直前にテレビの場合 HBO のレギュラーでインドネシアでずっと撮影したことがあって、ディレクターが相談してきて、このホールチャンクすごい丈夫な長電話みたいな、これ変えていいかって言って4日前ぐらいに「いや頼むからなるべく変えないでくれ」要は自分がセリフで詰まっていることによってその演技が変わっちゃうからね。だからそれも考えてもらって、なるべく言いやすいようにとかもうずっとこうディスカッションしたことありますけどね。だからだからスワットの時にさ、変な話が日本で撮影したじゃない。あの時さ一番初めにこっちで撮影したじゃん。でトシジのヤクザの親分のところに入ってってあれはこっちだったじゃん。その時初めて会いましたね。でその後に日本に行ったじゃない。飲み屋で一回見かけましたけどね、その前にこっちの地元の。それは関係ないです。嘘か。どこで本当だっけ。ワインバーかどっか前。それでそれで日本に行って一番初めのシーンが東京の都庁借りて、そこが警視庁という設定で、で上からヘリコプターで撮影が入ってカメラが降りてきてダリーに変わって金かけてましたよね。そうね。でそこで俺のそのグループとスワットチームがこうやって会うシーンがあったじゃない。でその時にヘリコプターショットからカメラに映ってダリーでここに入ってくるまでに5秒必要だと、セリフが足りないと。だからその場でじゃあサニーこういうセリフちょっと5秒作ってくれないかと。で他の役者と話し合って、俺がこう言うからお前こう言えよみたいな。でそういう流れでやっと撮れたみたいな。でそれってさやっぱし英語、日本語もそうだと思うんだけどできない。英語だったらってのね。そうでもそれが日本語だったらちょっとできるかなっていうのはあるんだけど俺もね。でもすごい金かけてそこなんですよ。だから一番ドキドキしている場所がちょっと違うと思いますよ、現場でね。日本人がいやでも俺日本でそれやったらドキドキすると思うね。だと思いますね。逆にね。漢字読めないからさ、ちょっと振りがそうなんですか。いや多少読めるかな。英語の方がカンファタブルなんですよ、どっちかというとね。だね。なかなかいないじゃないですか、完璧なバイリンガル。いや俺だからバイリンガルっていう。完璧なバイリンガルですよ。いやでもだからそれでね、俺も昔証券会社にいた時もそうなんだけど、バイリンガルだからって仕事ができるかできないかって違うじゃない。そしたら通訳のやつみんな仕事できるじゃん。通訳のやつみんな役者になれるじゃん。そういうことじゃないよね。だからやっぱしそれは一つのやっぱしまたツールとして
引き出しとして使えると。たまにいますけどね、こいつ完璧なバイリンガルだからこの役取ったのかなその後まあそれはちょっとしてる人はその後失礼じゃないそれは続きますけど、ね、続かないで一発いや一発屋さんね、います、そういうのもいるかもね、まあね、こういうその役者の話するともうキリがないです。キリがないからあれだけど、他に何か最後に人生の何か教訓かみたいのを教えていただけますかね。まあこんな硬いこと言わないんだけどね本当はいつもは。まあ好きなことやって生きてきましたから、俺もそうだよ。いつの時代が楽しいって言われていつも今が楽しいって言える人生なんですね。だからそれは自分の中で誇りに思えるというか、あの頃は楽しかったなっていう名前ないですね。ない今が一番楽しい。いつも今はそれはすごいいいことだと思う。楽しいですよね、ということはやっぱし将来に向けてすごい期待がたくさんあるんじゃないの。ありますね。死ねないですね。死ねないまだまだ。まあまだ51だからな。私には老後はないですけどね。まあそしたらまた今後も頑張って将来またね来てください。また共演しましょう。だからもうちょっとずっと話しましょうよ、こういう話もね。ぜひぜひ。もうちょっとお酒飲みながらね。今日じゃないですか。今後ねまた帰ってきて、だからもうね何週間後何ヶ月後1年後でもいいしさ、どういう形になってるかぜひみんな興味あると思うんで、そのアドベンチャーの会社のこともさまあね、それはまあまあ今ね、もともとは私俳優やってるやつが他の仕事を副業をやるなんて考えられないっていう考えの持ち主だったし、でもそれがやっぱり変わってきたというか、要はそれはやっぱり子供が生まれたから、生まれたからというか、なんかただ単に若かったんでしょうね、おそらくね。昔は考え方がこういうので、こうじゃなきゃ全てもうこうだから今まである程度の結果が残せたんだと思ってきてたんで。でもこの間占い師の人にまたいや一昨日のゲストもさね、一昨日っていうか一番初めのゲストもねそういう話になったのよ。で彼は奥さんが占い師に行って、で彼48なのかな、で50ぐらいになると何かその体調が悪くなるから今のうちに家族のことを考えて将来のことを考えなきゃダメよって言われたと、奥さんにね。で実は俺はあんまりそういうの信じない方なんだけど。私も信じない方ですよ。だけどどうしたの？だけど、占いは信じないですけど手相すごいんですよ。同じようなもんじゃん。ほら両手マス掛け。俺も同じだよ。バッテン。同じだろほら。あらマス掛けに変えた方がいいんじゃないこれ。それは何だからそれ多いんだよみんな。いやこれ大したことないんだよだから。でとにかく手相に行くと手相の人が写真撮るぐらいなんですよ。私のでね、まあその人もしっかり言ってたんですけどね、実は自分がこれまであるいろんなラフティングだなんだ世界大会行ったりとか、サッカーで全国大会行ったりとか、そういう結果を残してきたのは自分の努力の賜物だと思ったのが、あなたはラッキーなんだ。ラッキーなんで、自慢できるぐらいラッキーな人なんですけど、だから、もうそのラッキーを前面に使えと期待しろと、そっちに。だから好きなことやれと。もうあからさまに自分はラッキーなんだって人に言ってもいいぐらいなんだって言われて。そうなんだ。ですからね。将来もうね何が起こるか分かんないけど、成功するという断言。成功はしない。成功は何が成功か分からない。そうだね。計りが何か分かんないけど。成功ってね何なんだかも分からないし。またね共演しましょう。そうですね。ぜひお願いします。だからさっき言ったその昭和のあれもさ、何かできたら教えてください。形にどんどんなっていけばいいと思ってますけど、今年中にできればいいなと思いますけど、何かしらの形で。ただ、じっくりいろんなこともあるので今はね、やっていきたいと思います。よし、どうもありがとう。呼んでいただいてありがとうございます。とんでもない。